こんにちは、川野山です。今日はですね、コーヒーショップを作るのにいくらかかるのか、いくらお金が必要なのか、そんなお話をしてみたいと思っています。今、コーヒーをいつか作りたいですとか、開業準備中ですっていう人も結構増えてきて、どんどんコーヒー業界が賑わっているように思うんですけど、お金の部分はすごい不安だし、分かりづらいと思うので、少しでも参考になればと思ってお話してみたいと思います。まずお店のスタイルとか大きさによって本当様々だとは思うんですけど、一例としてね話すんですが、まずどこにお金がかかるかというと、まず物件を借りるための物件取得費用にお金がかかります。保証金が家賃の何ヶ月分、3ヶ月分、6ヶ月分とかあるし、あとは仲介手数料とか礼金とかがあったりして、僕は今いるのが下北沢の店舗の2階なんですけど、ここ2階建てで6坪ぐらい、6坪かける2フロアみたいな感じなんですけど、ここを借りるのに100万円ぐらいはかかります。それプラス内装費用が大きくかかります。これが多分金額として一番大きいんじゃないかなと思うんですけど、一般的にはね、僕はこのお店を借りた時 DIY で内装費用ほんと2、30万ぐらいしかかかってない。で、電気、水道で焙煎してたんでガス、この部分だけ個別にお願いして、内装費合計50万とかぐらいしかかかってないんじゃないかなって思うんですけど、これ相当ケチったパターンでも DIY だとそのぐらいでできる、100万以下に抑えることできると思います。お店2017年に開けて7年くらいやって、焙煎機を移動させたんですね。別の場所で焙煎をやってるんで、それから焙煎スペース空いたのがもったいないんで、そのタイミングでプロの設計士さん、施工屋さんにお願いして内装してもらっています。内装費用、そう考えると最初からその物件のお店の使い方がフィックスしてる場合、最初からプロの方にお願いしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、一般的に内装費ってよく言われるのが1坪あたり50万から100万とかって言われますよね。10坪12坪ぐらいだとすると600万から1200万ぐらいかかるっていう感じですよね。実際にこのリニューアルでプロの方にお願いした数字は、彼らの仕事に対するリスペクトもあるんでちょっと伏せようと思うんですけど、僕らもそのくらいの感じの金額は内装に実際かかってます。だからこの内装費用をどうするかっていうのはめっちゃコーヒー屋を作る上では大事な問題かもしれないですね。やっぱり居心地がいい、雰囲気がいいっていうのもコーヒー屋を訪れる大きい動機、きっかけになると思うんで、すごいお店作りの金額的には肝になる部分だと思います。仲間とか知り合いにそういうデザイン面できる人がいると一番心強いかもしれないですね。で、次に何お金がかかるかっていうと、機材代ですね。僕らはここで焙煎をやっていたんで、この1階に焙煎機を置いて5キロの焙煎機を置いてたんですけど、それが焙煎機ってね、焙煎機代とあとダクト、煙突代、設置費用とかもかかるんですけど、もろもろ込みで400万円ぐらいだったんじゃないかなって記憶してます。今は焙煎機もどんどん値上がりしてるんで、もうちょっとお金がかかるかもしれないし、焙煎機のサイズにもよるんですよね。サイズが大きければ大きいほどお金はかかってきます。今はね、アイディオっていう卓上にも置けて電気で焼ける焙煎機があるんで、焙煎をとりあえず始めようと思ったら、とりあえずアイディオで自家焙煎できるんで、すごい便利な時代になったなとも思うんですけど、当時はなかったし、5キロの焙煎機で焙煎したかったんでお金かかりましたね。で、あとコーヒーを抽出する機材系も必要です。一番大きいところはエスプレッソマシン。一連のエスプレッソマシンで多分100万以上はしますね。2連のエスプレッソマシン出てくるところ2個あるところ、2連を使うお店が結構多いと思うんですけど、100万後半200万近くするんじゃないかなって思います。で、あとエスプレッソ用のグラインダーでしょ。で、ドリップ用のグラインダー、エスプレッソ用とドリップ用2個分けて使うことが多いですね。で、それぞれいい感じの使うってなると50万ずつぐらいはすることが多いです。あと僕らはエスプレッソを落とす時に粉を押し固めるんですけど、これタンピングっていう動作があって、これもいろんなバリスタが立つんで安定させるためにタンピングマシン、パックプレスっていうのを買って、これも2、30万円ぐらいして、あとはお湯が出てくるマシンですね。電気ケトルとかで都度沸かすのも全然ありなんですけど、僕らはホットウォーターディスペンサーっていうのを買ったり、あとドリップする器具一式、ドリッパーとかケトルとかサーバーとか、あとはスケールとかもろもろっていう、ドリップのお湯から器具一式で50万ぐらいかかる。
感じですかね。であと冷蔵庫、コールドテーブルって言って普通のこう縦長の冷蔵庫じゃなくてテーブルの下に埋められる銀のやつがあるんですけど、業務用のやつ、僕らはそれ中古で買いましたね。そのコーヒー機材、エスプレッソマシン、グラインダー系、コーヒー抽出系でコールドテーブルもろもろ込みで多分300から400万円くらいっていう感じだと思います。コーヒー機材系はそんなに安くはないと思います。一番何にお金かけるかってやっぱグラインダーですね。グラインダーは命です。やっぱり豆にお湯を通すだけの作業なんで、抽出は。だからこそ粉がどのくらいきれいに引かれているのか、どのくらい同じような粒度で揃っているのかっていうのは美味しさにめっちゃ直結します。だからコーヒー屋はもちろん素材が一番大事なんですけど、次に素材をどう液体にするかっていう過程ではグラインダーの性能がめちゃくちゃ大事なので、スピード的にもクオリティ的にもある程度いいものを使うと劇的に美味しくなったりすると思います。そしてあとは細かいところですね。備品系、細かいところで意外と思わぬ予算を使うことが多いです。そういう細かいところで意外とどんどんお金を使っちゃったりするんで、こういうカップとかの仕入れとかも考えていくと全部で20万とか数十万、50万見とくと安心かもくらい意外と備品系使うと思います。そう考えると自分で焙煎する場合の総額が物件取得費用100万円として、で内装費50万としましょう。で焙煎機代が400万くらいで、コーヒーの機材系が350万としましょう。で備品系が50万、これで950万で、あと予備50万っていう風にすると消耗品系、あとはお店の豆のパッケージとかステッカーとかショップカード作ったりとか、あとは保健所の申請とかもろもろでプラスちょっと多めに見積もって50万として合計1000万ぐらい DIY でも自家焙煎する場合かかるっていう感じですね。焙煎機は結構高いからな。でアイリオを使う場合はアイリオ60万くらいなんで、ここからマイナス340万でできるっていう感じですね。そうすると660万ぐらい。プロの内装屋さんにお願いする場合は内装費どこまでかけるかっていうのが多分広さによって、例えばプラス1000万とかかかったとしたら1600万、で焙煎機も買ったら2000万みたいなラインに突入してくるっていうのがコーヒー屋を作るために必要なお金だと思います。だからやりたいことによるけど、超コンパクトに DIY で600万、お金かけて焙煎もしてフルフルで2000万みたいな幅でコーヒー屋はできるのかなってざっくりした僕のイメージですね。最初でも吉祥寺店始めた時はもうちょっと600万500万とかそのぐらいで、それこそ DIY で頑張った気がするので、その店舗も結局後でプロの設計士さんに内装をお願いしてめっちゃ良くなって、プロの力すげえ、最初からお願いしとけばよかったってなるぐらいめっちゃさらにいいお店になったんですけど、そんな感じですね。このお金を全額自己資金で用意する方もいると思うし、融資の力を借りてお店を始めるっていう方もいると思うし、地方だったらその制度で補助金があったりとか、お店をオープンするための資金手伝ってくれる部分が自治体がねあったりするかもしれないんで、 100% 全額自己資金で始めなくても全然コーヒー屋はできる時代かなと思ったりしてます。その中で考えると、このお店を作るための、1000万規模くらいの初期投資をどのくらいで回収できるのかっていうところだと思います。自分のお金だとしても融資を得るにしても、融資を得たらなおさら返済が出てくると思うんですけど、5年では回収したいよね、3年とかで回収できたらめちゃくちゃいいよねみたいな感じだと思います。じゃあ1000万を5年で回収するって考えると、毎月20万近くは余計に利益が出てないといけないっていうことになるので、それが意外と大きいですよね。なるべく少ないコストで始めて、毎月の初期投資の回収にかける利益も少なくて済むっていうので、お客さんがついてきたら後からお金をかけるっていうやり方もそういう意味ではあるかもしれないです。毎月20万、自分の取り分とか働く人の人件費以外にさらに20万初期投資の回収には必要っていう計算になるんで、そこがコーヒーだけでできるのか、コーヒー以外の例えば焙煎してる場合豆を売ることで足しになるかもしれないし、お菓子出したり、もしかしたらアパレルを作ったりするお店もあるかもしれないし、ちょっと食事を出すお店もあるかもしれないし、いろんなやり方があるんじゃないかなって思いました。本当にお店のあり方はそれぞれだし、お金のかけ方も人それぞれでいろんなコンセプトがあって、コーヒーは面白いと思うので、僕のざっくりした計算とこのお店での経験ですけど、
今日はお話ししてみました。コーヒー屋さん、別にお金が全く全てではないんですけど、このコストが毎年どんどん値上がりしてるんで、よりお店を作るハードルはこの初期費用の部分で上がってきてるんじゃないかなって思ってます。だから間借り営業をして週1、月に1回だけどっか借りてやって感触確かめてからっていう人も増えてきているんですけど、やっぱりそのお店のお客さんは固定のお客さんというか常連さんがついてこそお店は続くし、そこにお店があって日々営業してる中でどのくらいお客さんがついてくるかっていうところだと思うんで、ポップアップとか曲がりもいいと思うんですけど、お店の経営がうまくいくかどうかはまた別なのかな。だからそういう意味ではもういきなり始めちゃってやりながらなんとかお客さんを集める工夫をしてみるっていうやり方も、本当コンパクトに500万600万で開業してっていう形だったらリスクも少ないんじゃないかなって、ありなんじゃないかなって思いました。あとは意外と家賃が安いエリア、地方とかだったら最初別の仕事をしながら土日だけ開けるお店をやるっていうのを意外とありなんじゃないかなって思いました。やっぱ自分以外の人が立つ人件費にかなりお金かかるんで、自分だけでできるんだったら土日ポップアップっていうよりかはもうお店作っちゃって土日だけでも回収できるくらいの家賃のところにして、で土日だけお店開ける、それも1日5、6時間4時間とかでもいいし、でそれを毎週末やっててお客さん増えてきて、これだったら平日開けても今の仕事を辞めても大丈夫そうとか、ちゃんと売り上げ立ちそうってなったら平日もやるっていうやり方も多分ありだと思うんで、今の計算だとお店契約するのに100万かかったとかっていう話でしたけど、地方だったら多分もっと家賃10万以下で保証金も1ヶ月分でよくてあればですけど、50万とか30万とかくらいの初期費用で契約できるところもあるかもしれない。30万はないか、50万とかあるかもしれないんで、そういうところで小さく始めてみるっていうのもありかもしれない。今回の動画の、テーマがそのお金どのくらいかかるかっていうところなのでお金の話でしたけど、何度も言うようにお金が全てでは全くないです。でやっぱりね、コーヒーの仕事ってねめっちゃ面白いんですよ。楽しいんですよ。みんな好きでコーヒーの仕事をやってるはずなんですよね。コーヒーが好きで、もしくはカフェという空間が好きで、その場所で自分が美味しいと思ったもの、好きだと思ったものをみんなに共有したい。それでお客さんが来てくれて、同じように美味しいと思ってもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。自分で焙煎して、この産地の特徴はこんな感じで、このエチオピアの豆こういう風に出したら美味しいだろうなって出して、その良さが伝わって、いやこんなコーヒー飲んだことなかったです、めっちゃ美味しいですって豆買って行ってくれたりとか、このお店がきっかけで、コーヒーを飲むようになりました、今まで苦手だったんですけど美味しいと思えるようになりましたって言ってもらえたらめっちゃ嬉しいんですよ。やっててよかったなと。そうやってやっぱりお客さんって人だし、僕らコーヒーをやる人も人間で、その人と人とのコミュニケーションの中で何を届けられるか、その人の人生の些細な部分でもいいんですけど、ちょっとでも価値を届けて喜んでもらえたりとか、人によってはこのコーヒーがきっかけでコーヒーの仕事を始めましたとか、コーヒーを毎日飲むようになってこうなりましたと言ってくれたりするありがたい声もたくさんあって、マジでねコーヒーの仕事ってね楽しいなって僕は思うんですよ。だからそう、お金の話も大事なんですけど、一番はやっぱ好きっていう気持ち、そしてパッションだと思います。コーヒーはその情熱で成り立っていて、その情熱をどこにお金かけるかっていうところが今のお話で、ちょっとでも伝わればなと思ってます。というところで今日はコーヒー屋を作るのにどのくらいお金がかかるかっていうお話をしてみました。もしご質問とか、あとは感想がありましたら気軽にコメント欄に書いていただけたらと思ってますし、これからもお店作りの話とか、僕は東京で今12年目なんですけど、自家焙煎でコーヒーショップをやっていて、豆ごとの個性を伝えたりとか、コーヒーの面白さをみんなに知ってほしいなと思ってたくさん発信をしているので、これからも入れ方含め器具についてもコーヒー生産地に行った時の景色も含めていろんな発信をこのチャンネルでやっていきたいと思っているので、興味持ってもらったらぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいなと思っております。それぞれの思いを持っていろんな形でコーヒー屋があるのが面白いところだと思いますので、ぜひみんなカフェ巡りをしてみて、そうするとね、意外とこの店こんなところにお金使ってるんだ、ここすごいなとか、この機材違うとか、なんかねこのお店作りっていう目線で見てもめっちゃコーヒー屋楽しめると思うので、いろんなお店行ってみてもらったりとか、地元のお店で行ってないところがあったら楽しんでいただけたらと思ってます。東京はちなみにめっちゃコーヒー屋がたくさんあって、楽しいです。カフェ巡り楽しんでいただけたらと思います。そんな感じで一緒にコーヒーを楽しんでいきましょう。